話があるんですが、れいちゃんの件なんだけど、セカンドグループとして、やっていくのはちょっと難しいという判断になってます。もうほぼ書くっていうか、ほぼ書くかな。待ちわびた時が来た、もう絶対に離さない Never let go、 瞬間にかけろ Never let go、 運命を変えよう、踏み出したその足が幾度震えていたとしても、何回だって自分を褒めろ。なんとなく察してた。まあなんとなくは察してました。本人からその辺も聞いたりした？いや、うっすらかもしれないみたいな。いつぐらい？ここ数日とかで。かもしれないっていうのはその何？外れるかもしれない。もしかしたら外れるかもしれないみたいな。多分それを言った時は、一番なんかそっちのマインドになっちゃってるというか、一番なんかネガティブにめちゃくちゃなっちゃってる時があったので、ちょっと心配になるような連絡来たりとか、かと思って返信したら返ってこないとかまあそうですね、まあ正直それこそ多分咲子さんも一緒だったんで、こう結構本当去年くらいからですよね、去年のから本当ちょっとまあこれは大変なんだろうなっていうことはまあしばしばあって、一瞬なくなったじゃないですか。なんかちょっと落ち着いた時期があったじゃないですか。で本当ここ1ヶ月ぐらいじゃないですかね。課題曲の最後の方じゃないですよね。音楽活動が十分できるっていう状況にまたなれば、その音楽活動の方も当然サポートをしていきたいという気持ちはあるんだけども、現実的な話、やっぱり今はそれどころじゃない。で、れいちゃん自身やっぱりなかなか練習も来れなかったりとかね、することも多いでしょう。ああいう状況だとやっぱ本人も大変で、これが仕事としてデビューをして動き始めた時に決してそれでは成り立たないから。いやもうそれを分かってるからなんかきついですね。なんか僕の中ではなんかやっぱりなんか必要不可欠だったんで、ちょっと正直ちょっとしんどすぎる事実はちょっとあるんですけど、課題曲発表の後からセカンドグループをこう完成させる作るのがスピードが止まらなくなったんですけど、こう体調不良で休まないといけないことがあったり、練習に行けなくなったことが増えて、一回例えば遅刻したりとか行けなくなっちゃったとかが何回も重なったんですけど、それがこう1回の練習2回の練習3回の練習休んだとかで重なっていくたびに自分が自分につける重りがだんだんもっと重くなってしまって、なんだろう、自分はこう繊細すぎる人だからかもしれないんですけど、こう勝手に自分で重りつけたんですけど、なんかこの重りで足りてるかなとか、なんかみんなランと生徒と海流くんもそうですし、ケアしてくださった咲子さんとか日高さんに
なんだろう、逆にその頑張りを見せるよりこう俺こんだけ自分を盛りつけてるんですを見せることがなんか勝手に自分の中でそれが優先になってしまって、でだんだんこうもっともっと重りをつける作業やもっともっと自分に重りつけて誰からももらってないこうプレッシャーを自分に上げて、こんだけプレッシャー感じさせて重り持ってればなんだろう、自分許されるというか、なんかこれで自分のやってることがプラマイゼロになるみたいな気持ちになったんですけど、そこからやっぱ何回も行けなくなるとこう会社のみんなも心配してくるようになるので、一回みんなで話し合ったんですけど、ここ今やってることから一旦離れることが一番なんじゃないかなっていう話になったんです。で、自分は離れたいわけじゃなかったんですけど、自分が一緒にいることでかけてる迷惑とかこれからかけるかもしれない迷惑は見えていたから、なんかじゃあ一回距離を置きますっていう話になって、僕もそれで賛成して、ザ・ファースト参加時から玲子はすごく優しい心持ちと同時に繊細さもすごくあったので、気持ちが入り込みすぎてしまうと少し体調とか気持ちの面とかに影響が出てしまうっていう傾向にあるのは認識していて、それはもう性質、個性、性格の一つなので、それ自体を問題視するということはしなかったんですけど、やっぱり実際一緒にツアーに帯同した時であったり、今回のミッション始まった時であったり、どうしてもやっぱり、ずっと安定したままやっていくっていうのは少し難しいっていうのが継続していて、もう多分これはデビューするぞという目標を、みんなでデビューしたいっていう目標を4人が叶えてしまったら、何を支えにやっていけるだろうかっていうのを明確に言えるものがやっぱりなかったので、それでもやっぱ正直な話、自分も蘭と玲子がいるグループっていうのは夢があるなと思っていたので、なんとかなっちゃえばなんとかなるだろうっていう気持ちがずっとあるのがすごい複雑なんだけど、多分ほぼ確実にこのままデビューしてしまったら2年以内に活動が難しくなってしまうと思ったんですね。正直な話で言ったら1回デビューしてしまって途中で脱退してもいいじゃないかっていう気持ちもすごいあったんだけど、それはその1年とか2年で一緒にやってきた他の方々の気持ちはどうなるのかとか、最初からそういうのがよぎっている状態でプロジェクトをこれ以上進めていくのは、メンバーやスタッフ、玲子含むメンバーやスタッフに不誠実である
と思いましたし、なので玲子に一回今や進んでいるプロジェクトでのデビューを考えないでもいいんだよという話をお伝えして、今このままこのミッションというプロジェクトで一緒にやっていくのはやめた方がいいんじゃないかというか、やめるべきだと思うという話をお伝えして、本人もそれが良いと思うと言ってくれたので、ミッションの玲子の離脱が決定したという形です。少なくとも6月の課題に玲子は参加しないし、何がどこまでどうできるかっていうのは多分本人も含めて分かることじゃないので、なんだろう、本人がやりたいって言ってるからじゃあすぐやっぱり戻そうっていうことも当然できないし、逆にもう誰がどう考えても完全に大丈夫でしょうっていう保証が得られて、で本人もそれでやる気満々でっていう日があるのであれば自分はそれは含めて前向きに考えたいなとも思ってるけど、こういう話してるのは多分大きく前提としてあるのは人間はアーティストとしてじゃなくても生活できたりするし、音楽を歌って踊ってっていうことがなくてもその本人がね生活できるし、実際にアーティストとして表に出たとしてもそれが早いか遅いかは人それぞれだけど、死ぬまでやっていくっていうパターンはあんまり多くないから、その後の人生も絶対あると思うのね。でそこにおいて一番幸せな方向でないといけないと思うし、でもってやっぱりどうやっても自分事だから、最終的に今言ったようなこと、玲子がじゃあ戻ってくるよ戻ってこないよみたいなことがもしあるとしてもそれは変な話なんだけど、君たち自身がやっぱりそれで不安があるなって思ったら、それはやっぱり一緒にやらない方が良いと思うんだよね。というか今は自分のことを考える以外の余裕が本来はあってはいけない時でもあるからね。現段階でさ、絶対にこういう形でデビューっていうのが見えている状態じゃないはずだし、多分鍛えるべき課題っていっぱいあると思うんだよね。特に歌とかダンスとかって天井知らずだしさ、どんなに上手くなってももっと上手くなる幅あると思うから、とりあえずはそれを強く集中してもらって、それ以外のことは変な話なんだけど深く考えすぎないでいてほしいなっていうのがあるね。それが一番かな。なんかね、これに限らずいろんなことは起こるんだよね。なんかグループでやってた場合っていうのは何かこうならないでいてほしいなという気持ちはあるかな。今はとにかく技術の向上と心身のステージアップに励んでもらって、ものすごい深刻なことなんだけど、めっちゃ深刻に捉えても意外とライトに捉えても、変わらず毎日進んでいくのでみんなの場合はもう何回も言うけども、年内にはデビューが決まったよっていう人にならないといけないってなると、やっぱそこに集中してほしいなと思うよ。大変だと思うんだよ、こんな高い木3人で体力的にはしんどいシンプルにしんどいと思うんだけどでも時間はあるようでないしね、ちょっとたくさん頑張りましょう。はい、何か疑問質問のある人頑張ります。
まあそうそれ以外悩んでることは全然そうだね頑張ってもどうにもならないこともあるけど、頑張ったらどうにかなることは多いからね今はそういう状況かなと思うので、まあ何はともあれ音楽楽しいのは確かなので、ちょっと楽しんでやってください。はい、ありがとうありがとう。いやこちらこそお時間いただいちゃって。次の課題を発表したいと思います。何だと思いますか？ファンタジーバイグッバイノーキャップネイビー。正解。だと思ったよ。バイ3人でバイグッバイ違うだって1人1枚分歌うのよ。そうだよ。まあこの日を歌うってことは生徒さ、病気パートとソータパートの歌どっち歌いたい？どっちの方が歌いやすい？なんか色出せんのはそうだけど近いのはできたもん。喜びと抱き合いたい、悲しみともハイファイブ、一人じゃない。 OK ありがとうとバイバイ、涙ごとお前ら君を歌うよ。 OK We gotta get high もう止まってらんない Stay fly どんな今日が1000倍ゴーサイン見逃さすタイム Again again これ次は君の番だぜ。先がもしまかり角なら飛び越えて掴むさ明日を夢が照らしきらめかせる涙と胸の多分4人とか5人とかだとちょっと違くてもなんか微妙に成り立つんだけど、3人って両サイド違うと完全にずれて見えちゃうから、それは結構シビアに求めらないで動き出したで運命ならいいね Hope this is our way 君の瞳が言う数えたくても振り絞ってた All I thought of baby 君だけだけとバイバイあげちゃうわない夢を越えて会おうよ精一杯のバイバイ君は止まらないさよならいやあの頃はもうなんか毎日不安でしょうがなかったです。なんか結構グループとしてやっていくのか、一旦レイちゃんが抜けるのかどっちか分からない期間がちょっとあったんで、3人になるかもっていうぐらいから結構もう全員で不安になってましたね。どうなるんだろうみたいな。不安よりも先になんていう気持ちなんだろう、こう真っ暗でしたね。なんか何も見えない。であとすごい個人的なあれで言うとルイちゃんの歌がまずすごい好きですし、なんかもっと言えばなんか多分以前にもインタビューで話したことあると思うんですけど、僕がザスト終わった後にもう一度BMSG に行きたいって思えた、いっぱいある理由の中の一つが、なんとレイちゃんが今トレーニーでおるってことはそういうことかもみたいなっていうのがあったんで、それの、2人中1人なんでもう半分なんでがごそっとできるわけなんで、4人中の1人ってめちゃくちゃでかいと思うんで、しかも中でもやっぱりボーカルっていうすごいなんか特殊なポジションになってるんで、なんかそこは大丈夫かなみたいな不安はもちろんありましたし、あとは4人でなんかやってきたものがあったんで、そこ急に3人分かんなかった分かんないって言ってもいろいろと分かんなかったですね。なんかそこはこう何が起きているのかすごい分かんなかったし、これからどうなるのかも分かんなかったし、こうじゃあレイコがこのままいなくなるということが今後どう影響してくるのかっていうのも分からないし、なんかでやっぱ唯一の同い年で唯一オーディション参加した状況が同じで、
って唯一一緒にいる時間が長くてっていう本当唯一の存在だったんで、こっからこいつがいなくなって俺は大丈夫なのかみたいな、こうやっぱ歌の面でもめっちゃ助けてもらってたし、成長できてるのは確実にレイのおかげだしみたいな。やっぱいてほしいなっていうのが本当にまあ正直な気持ちやったんで、やっぱずっとやってきたし、まあ短い期間やったんですけどやっぱ濃かったんで、だからその抜けるっていうかそのグループじゃなくなるっていうのを聞いてる時は結構まあ正直めっちゃ引き止めてましたやっぱ正直レイちゃん追ってほしかったなっていう気持ちはずっとまあ言わないですけど心の中ではずっとありました。僕のスタイルはまあヒップホップ、柔軟性、可動域とかもこのスタイルにはすごい大事になってくるので、そのストレッチやったことあるかもしれないけど、なぜこうダンスに必要かやっていきたいと思います。緩急がすごい、まあ、歌でもそうじゃん、緩急じゃん。ダンスでも同じだけ、もう歌ってるように踊ってみて。はい、一旦1サビから入れます。はい。お願いします。で、こっちに入るっていうよりかは、ちょっと右斜め上の方に。見たこともない移動これは寝れんぜ。これまた振りがも頭でぐるぐる回るパターン。寝るときに寝れんくなるパターン。ってなる。まあランは今表現の幅がまだもうちょっと学べるところもランはたくさんあると思うし、もう一個から破ってみたいなところじゃないけど、表現、体で何か気持ちを表現するっていうのをもっともっとできるようになると素晴らしい表現者になると思うし、カイルに関してはやっぱし歌をやってきて、でもまだダンスに自信がない、でもなんかダンスでその何かを表現する時って上手いとか下手とか関係ないのよ。思いがどんだけ体に乗ってるか。生徒の場合はすごい歌もダンスも色があったりとか血気迫る感じとかっていうのをステージ上で出せる人だから、それをもっともっと普段のレッスンだったり、まあ普段の生活の中でもっともっと気持ちを表現するとか、もっとこうわっとこう華やかに広がった表現の仕方っていうのができるといいから、もうなんで
忘れないように。ギフテッドのサビをまず一つは怒り、怒るっていう表現の仕方でギフテッドのサビを踊ってほしい。でもう一つは悲しみで、あともう一個はその後ちょっと3人で話し合って、相手の何がダンスに関してね、何がいいか、何が特性として持っているかっていうのをちょっとお互い言い合ったりとかして、その中でその特性を生かした自分のダンスをしてみる。力強さが半端じゃなかったですね。自信起こってるぐらいもう力強さ。なんか、まあ、自分と真逆でやっぱめっちゃ一個一個が丁寧やったなっていうのはそういう感じました。ランもそうやと思うんですけど、やっぱり僕まだそのパワーのあるダンスっていうのがまだその自分が思ってるようにできないので、それに比べてやっぱりストレートランっていうのは節々にやっぱり力があるので、それがすごい印象的でしたね。力強さとかやっぱその今の怒りっていうテーマに関してはなんかちゃんと感情の方がまあこうふと怒りっていうこうオーラが見える瞬間みたいなのが入ってたのは良かったと思います。海龍はでもなんか今はその多分まだこういう振りに投げるとかっていうのはあると思うけど、なんかそれでもちゃんとこう自分なりに出そうっていうものはなんかところどころ見えてて、なんかすごい良かったと思います。海龍の今ある 100% っていうか、そのダンスでも頑張って伝えようとしているのが出てるし、その表情にも出てたから、すごい良かったなと思いました。全然知らないところでオーディションが行われてたと思うんだけど、途中ぐらいまでないもんやと思ってたんで、なんかこういう感じでトレーニーを立て取って育てて内部でパッみたいな感じなのかなって思ってたのがあれみたいな5月それこそレイちゃんがそういう方になってしまった時ぐらいからなんかちらほらなんかやってるみたいな聞こえてくるなみたいな思って、合宿行く前にうっすら多分聞いた記憶があります。実はこういうことがあっててみたいな。そのために今回3人さっきどうしても頑張ってほしいから強化合宿っていう形でするけど、それが終わればみんな合流してオーディションしますみたいな急に言われてもう冷や汗かいてと思って、3人にも合宿に参加してもらうんですけど、ここから12人合流しますよね。噂だと一番焦ってたのは生徒だはい、そうっすね。やばいと思った。やばいなって思ってました。何回だって自分を吠えろ。練習生を増やすぞというオーディションですね。